ボンジュール。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、2001年6月にパリからディジョン、そして田園を走る路線バスに乗ってセーヌ川の源流を私が初めて訪ねた時のお話をご紹介しています。インターネットで何でも簡単に分かってしまう今とは違って、少ない情報を手がかりにほとんど冒険旅行のような気持ちでたどり着いたセーヌ川の源流。そこには森の木々に守られるように洞窟が作られていて、中には女神様がいました。そしてその近くにはたった一軒だけ家があって、当時98歳のポールさんと奥様のモニークさんが暮らしていました。私は女神様の前で偶然にもこのポールさんに出会い、お二人の家に招かれて昼食までいただくことになりました。そこまでの経緯は9回にわたってご紹介していますので、概要欄のリンクからご覧になってみてください。今日はその続き、セーヌ一人旅の10回目のお話をしたいと思います。セーヌ源流域の最寄りの停留所とディジョンを結ぶバスは朝、昼、晩の3往復。ディジョン発6時台、朝一番のバスに乗ってきた私は、セーヌ源流の写真を撮って昼のバスで帰るまで十分な時間があると思っていました。確かに源流を一目見るということのためならば、時間は十分すぎるほどありました。けれども、偶然にもポールさんに出会い、彼の家で温かく迎えていただき、お昼のテーブルを一緒に囲むことになったとき、13時のバスに乗ることはあっさりと諦めていました。それに乗るためには遅くとも12時20分には歩き出さなくてはならなかったからです。となると次のバスは18時台。あと半日、セーヌの源流で過ごすことになったのでした。1年で一番昼の時間が長い夏至の日を選んでここにやってきたのは、朝が明るい時間に行動できると思ったからですが、それが幸いしました。18時台のバスに乗るために森を歩くにしても、夏至のこの日なら空はまだまだ明るいはずです。さて、食事が済むと、モニークさんは奥の部屋から写真やポストカードなどを持ってきて、テーブルの上に広げて私に見せてくれました。この家の玄関先、つまり広いテラスになったところで、山高帽をかぶったポールさんが村人たちに囲まれている写真があります。それはポールさんの去年の誕生日の時のものでした。去年の12月でポールさんは98歳になりましたが、その日、地元の狩りの仲間たちがお祝いに駆けつけたのだそうです。そう、ポールさんはハンターなのです。と言っても、田舎暮らしではそれほど珍しいことではなくて、長い冬を楽しむための趣味の一つと言っていいのかもしれません。写真では、ポールさんの周りを年齢もまちまちな男の人たちが取り囲んでいます。そして寒さのためかちょっと赤ら顔になった
若い村人が楽器を抱えて満面の笑みのポールさんと一緒にいます。ケスクセ、これは何と私が楽器を指さすと、さあ、c'est une trompe de chasse。これ、狩猟用のラッパよ、とモニークさんが答えました。ブラスバンドのホルンを思い浮かべてみてください。金の管が円を描いて、その先のラッパの部分から音が出るあの楽器。狩人のそれは音程を指で調節するバルブやレバーがなくて、単純に管だけのものです。集団で狩りをするとき、メンバーは森の中でそれぞれ離れて獲物を追い込むのだそうですが、仲間たちと連絡を取り合うときにこのラッパが活躍します。音色の抑揚それぞれに意味があるのだそうです。そしてお祝いのメロディーというのもあって、ポールさんのお誕生日にもそれが披露されました。この家のテラスで高らかに鳴り響いたラッパの音。それはセーヌの源流の森の奥深くまでこだましたことでしょう。そしてまた一枚の写真。これはね、去年の8月に私が初めてパリに行った時撮ったのよ。とモニックさん。ポールさんはお留守番だったそうですが、真っ青な空を背景にしたルーブルのガラスのピラミッドの前で、鮮やかな色のワンピースを着たモニックさんが笑っています。孫たちがね、パリにいてね、一緒にエッフェル塔にも登ったのよ。ワンピースの色は赤とオレンジ。70代でこの色の洋服を着こなすのはなかなか思い切った選択ですが、モニクさんにとって孫娘のいるパリ、初めてのパリ旅行がどれほど心浮き立つものだったのか、その笑顔から伝わってくるような気がします。それにしてもパリは人が多いところね。確かに、セーヌの源流の一軒家に比べたら全く別世界、違う惑星に行ったようなものだったかもしれません。こうして写真を見ながらお話を伺っているうちに、ポールさんとモニクさんには娘さんが一人、そして孫娘が二人いることが分かってきました。23歳ほど年の差があるご夫婦ですが、モニクさんは20代前半で、そしてポールさんは40代の時、共に初めての結婚でした。源流のベンチに一緒に座っていた時、ポールさんはこの近くの村で生まれたということは聞いていましたが、モニクさんはこの家から2キロほど離れたサンジェルマンという村の生まれです。7人兄弟の長女で、学校を出た後は当然のように家業である農業を手伝ったそうです。ポールさんとの馴れ初めはというと、それはじゃがいも畑。モニクさんが畑で仕事をしているところをポールさんが通りかかって何か尋ねようとモニクさんに声をかけたのだとか。つまり恋愛結婚のカップルなのです。さて、ポールさんがお昼寝をする間、モニクさんがセーヌの源流を改めて案内してくれることになりました。女神様のいる洞窟や緑の泉は私もすでに知っていますが、立ち入り禁止になっているところでもモニクさんと一緒だったら入れるというのです。
そしてその部分にこそ聖女の神秘が隠されていたのです。